皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はこの前に続いて、相撲ジャーナリストの新井太郎さんに、もっと面白い話を聞こうと思うんですが、この前に、伊沢元彦さんに、スポーツを歴史から考えようというね、話を3度にわたってやりまして、非常にやっぱり歴史から外れたらダメだなっていうのがつくづく思いまして、そう思っているところに、実は新井さんの方からその提案が偶然ありまして、一体相撲はどこから来たんだろうという企画をメールで送られたんで、これだと思って飛びつかせていただきました。だから今日もまた新井さんをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。どうですこれ、相撲はどこから来たのかっていうのは、新井さん、これ、なぜそう思われたのこれをやろうというの。まあ、相撲っていうのは日本の国技と言われてますけれども、はいはい。相撲によく似た競技っていうのは世界あちこちにあるんですよね。ありますよね。これ、それこそ、隣の朝鮮半島のシムルであるとか、それから中国にもあったし、モンゴル相撲もそうです。モンゴル相撲そうですね。モンゴルもありますし、モンゴルはね、トルコでオイル相撲っていうのもありますね。あれもやっぱり相撲に入れるとか入れない関係ないでしょうけど、トルコの方は、どうしてもレスリングっていう感じもするんですけれども。オイルレスリングとも言われてますけどね。はいはいはい。そのあたりから。そもそもですね。はい。男子が複数集まったら力比べしてみたくなるというのは、これ本能的なものだと思うんですよね。なるほどね。はいはい。だから世界各地に似たような、ね、相撲と似たような競技があっても、別に不思議ではないですよね。なるほどね。要するにどこからどういうふうにして流れてきたとか、そんなんじゃなくっても、同時発生的にいろんなところで起こってもおかしくないような格闘技であるということですね。で、一応、日本ではですね、日本書紀に、相撲の起源の記事がありまして、それによると、推認天皇7年7月7日に、大麻の毛と飲みのすくねが、相撲なのが最初とされていると。推認天皇7年っていうのは、紀元前23年なんですけども。それは日本書紀が720年完成ですから、その8世紀に、その当時でさらに紀元前のことを遡って書いてるわけなんで、事実かどうかは、わからないんですけども、ただ一応それが日本における相撲の起源とされているんですけども。なるほどね。柔道の人も、柔道の起源はこれだって言ってるらしいですね。飲みのすくねと大麻の毛早っていう。そうですね。相撲って言っても、結構激しい戦闘だったんですよ、これね。これ、最後なんか蹴り殺したんでしょ蹴り殺したんです。飲みのすくねが、大麻の毛脇腹を蹴って、あとは、あばらと腰骨を折ったっていうような記述があるんですよ。すごいな。で、余談ですけども、その、切り殺された大麻の毛早の出身地にですね、奈良県の、なんですけども、大麻寺っていうお寺のそばなんですけども、腰降りたっていう地名があるんですよね。腰に折れるに田んぼで、腰折れた。腰折れた。折れたっていうかな。それは知らなかった。事実なのか、伝説からつけたのかよくわからないんですけど。なるほどね。余談ですけども。なるほど。いや、面白いですね。これからでも、それが日本書紀にも書かれてるんですけども、その後もなんとか天皇の前で結構ないろんな相撲が行われたっていうのは
書かれてるらしいですね。日本書紀やなんかにもね。聖武天皇の時代に、はいはい。日本中が大凶作にあった年がありまして、はい。それで全国に、力士をこう派遣して、それで、お寺の前にこう、相撲を奉納したんですよね。そしたらその次の年は大豊作になったっていう。はいはい。まあ、これは記述もされてて、それは事実なんですけども。まあ、そこが、相撲が神事と言われている原点じゃないかなと僕は思うんですけども。ああ、なるほどね。710何年か。はいはい。聖武天皇の時ですね。大仏さんを作った天皇ですよね。そうですね。なるほど。ただまあ、その遥か前にですね。はいはい。まあ、僕前、大砂嵐というエジプト出身の力士がいましたね。いましたね。エジプト出身。はい。まあ、その大砂嵐と話している中で、はい。まあ、相撲の起源がエジプトなんだよっていう彼からそういう発言があって。っていうのは、エジプトのある村でですね、紀元前2100年頃に、の壁画にですね、相撲の四十八手の絵が描かれてたんですよ。それにね、近いものが NHK スペシャルがね、一度、若鷹のお父さんの、ありましたね。ルポでね、エジプトをやって、これが起源かとか、なんか言われてるのは、見たような覚えあるんですけど、それに近いもんですね、それは。そうです。カイロから南に300キロほど行ったところの村に、壁画がありまして、はいはいはい。それでまあ、相撲の四十八手を含む古代格闘技の技が219種類、書かれている壁画があって、そこにちゃんと相撲四十八手の技もあるんですよ。寄り切りとか上手投げとか下手投げとかみたいな、それが含まれてるわけなんですか。そうですね。ですから、まあ、レスリングの発祥も大体エジプトとかないんですよね。そうです。メソポタミアとかその辺でっていう。ですから、まあ、そのレスリングから発生してって、で、まあ、まあ、トルコですとか、あとセネガルもセネガル相撲っていうのが昔からあって。はい。それは今もやってる、今もなんかかなり人気あるそうですね、セネガルの相撲はね。優勝すると国民的な英雄扱いされたりとか。なるほど。まあトルコとか、あとスイスなんかもあってですね。スイス相撲ってのがあって。スイス相撲あと、まあモンゴルですとか。だから、まあ、中国にもあるにはあるんですけども。そう。いや。私、今の話聞きながらと思い出してしまっていることをなんとか思い出そうとしているのがなかなかなんですけども、ロシアに、女の人の農民の相撲があって、それをショスタコービッチというオペラの音楽作曲家がオペラの中に入れてました。女の人の相撲を。あれなんて言ったかな、なんとかのマクベス夫人というオペラの中で女の相撲が出てきます。これは原作があって小説が原作にロシアの小説が原作なんですけれどもね。だ女の人が相撲を取るっていうのも日本でもあるんですよね。確かね、天皇の前で。有略天皇だったかな、誰かがやらしたとか、ね。そうですね。有略天皇、相撲っていうか、正確に言うと、そうですね。ちょっと上半身裸の女性が相撲を取ってる中で、大工職人が、
手元を狂わさずに仕事できるかっていうのを試させたっていう、そういう神話があるんですよね。そうですか。すごいね。いや、有略天皇でかなり悪の天皇だったみたいだけれども、やっぱり、悪いこと考えそうだった、なんか。すごいな。で、あと、旧約聖書の中にも、相撲っていう文字というかね、発音が出てくるんですよ。旧約聖書はい。ヘブライ語には相撲って発音する言葉があって。それは知らない。まあ、それは相撲とは全然関係ない言葉。まあ、直訳すると、彼の名前っていう意味らしいんですけども。で、まあ、相撲とかあと、ハッケオイっていうのも、ヘブライ語にあるんですよね。うっと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 。あれ、ハッケオイっていうのはなんか日本でも本当の意味がよくわからなくて。よく言われますよね。口から吐く息がハッケヨイではないかっていうようなことを言いますけれども、ヘブライ語にあるんですか？ハッケヨヨって漢字も確かにあるんですけども、まあ気を発するというような意味で、漢字もちゃんとあるんですよ。ただ、それより前にハッケヨイっていうヘブライ語があって、で、ハッケっていうのが、こう、投げつけろとか、投げるっていうような意味で、で、ヨイがやっつけろっていうような意味で。相撲じゃないですか、まるで。ですから、もう相撲に似たような動きを表す動詞なんですよね。そう。ヘブライ語で。あら、すごい。なんか、秋田県にはキリストのお墓もあるそうですから、なんか、その辺が、ユダヤの方から、こう、伝わってきたなって思うと、面白いですね。ただまあ、ヘブライ語ではあるんですけども、じゃあその日本に来るまでの間に、それと似たような言葉が残ってるかっていうと、残ってないんで。なるほどね。なんとも言えないところなんですけど。それはなんとも言えないところですよね。キリストの墓が北にあるのと同じような話だなとは思いますけれども、でも面白いですね。それでインドで、まあそういう、おそらくエジプトの方からこう伝わってきて、で、インドに渡った時に、釈迦の伝記の本に、まあ、相撲を取ったっていう記録があって、それで、インドではサンスクリットでその相撲のことをゴタバラって言うんですけども。ゴタバラ。で、それが中国の方に伝わって、で、中国にもともと、角の角って書いて、力って書いて、角力って書いて。角力、角ですね。牛の角とかをよく表す、表現があるんですけども。日本でも相撲界のことを角界とかっていう言い方しますよね。そうですね。広角化とか角界とかその語源になってるんですけども。でも、角力は、どちらかというと格闘技っていうよりは、競い合うとか比べるっていう意味で。なるほど。それインドから入ってきたゴタバラっていうのが、まあ今の相撲みたいな取っ組み合いな感じなんで、角力とはちょっと違うなと、中国の人は。そこで、相打つ、今の相撲っていう字ですね。を、新しい熟語を作ってこれに当てたわけです。ゴタバラに。角力ではなく、今の相撲っていう字を当てて、で、それが日本に入ってきて、それで日本にも住まうとか住まいとか、まあ住まいの設置へとかって言いますけど。住まいの設置へ。まあそこで、相打つっていう感じでその言葉を当てた。大和言葉を当てたと。なるほど。それで相撲っていうような。なるほど。巣はなんていうんですか、味の素の素という字と、それと、舞ですね。踊りの舞、舞踊りの舞で、要するに裸の舞というような意味で住まいになったっていうようなことを聞いたことあるんですけども。まあいろんな意味で使うらしいんですけども。なるほどね。住む、住居の住むとか。それもある。車りとか。
まあ、いろんな意味あるらしいんですけどね。なるほど、ね。住まいとか住まうとか。はいはい。それを相打つっていう漢字に当てた。で、相撲になった。相撲になってきた。まあ、すごい世界に広がっている、男同士のぶつかり合い、あるいは時には女性も加わるぶつかり合いの格闘技っていうのは、これだけやっぱり、古い歴史と広がりと、どちらもがあるわけですね。これは。そう、すごいな。でも、いわゆる大イチョウもそうですし、ちょんまげを言って、回しを締めて、やるという、日本の文化としての相撲っていうのは、これはもう完全に日本文化としては独特なもの。そうですね。ですよね。まあ日本に入ってきて、そこから日本流にアレンジして、ああいう形になったんじゃないかなと思うんですよね。なるほどね。この前、この番組に出ていただいた伊沢さんといろんな歴史とスポーツの話をしたときに、最後に一つ聞きたいんだよって言われて聞かれたのが、伊沢さんが突然、相撲はスポーツかねって言われたんですよね。それで、私は、いや、あれはスポーツではありませんが、格闘技の部分はスポーツと言えますけれども、他にもいろいろ、大イチョウのちょんまげであるとか、それから回しであるとか、そういう儀式があるのが、スポーツとは言えない部分がありますという答え方したんですけれども、新井さん、そういうのでよろしいですかね、答えとしては。そうですね。相撲ですかって聞かれまあよく言われるのが、はい、相撲、まあ大相撲っていうのは、神事と興行とスポーツが、はい、この三位一体がバランスよく、うん絶妙なバランスに成り立ってるって言われてますけど、はい。これ順番でいくと、まず神事が最初で、はい。そっから興行、江戸勧進相撲みたいな、ああいう興行ができて、なるほど。スポーツの要素はもう後になってからできてきたわけですね。なるほどね。それで、国技館ができて国技と言われるようになって、あれ、国技館ができてから国技っていう名前になったわけですよね。要するに。そうですね、はい。明治42年。42年です。42年。はい。あ、42年ですか。明治42年。この時になんか、板垣大輔が国技館という名前に大反対したらしいですね。そうですね。言いにくいと言って、国技館というね。それが、ところが、定着していって国技になったという。板垣大輔は旧両国国技館建設の実行委員長で、あの人は勝負館って言って、なおという。高橋直美のなおに、武道の武に、で、勝負と勝負は紛らわしいっつって反対されまして、委員会の中で。ああ、なるほどね。でも勝負館の方が言いやすいって言いやすいですね。国技館というよりは。そこでエミスイーンっていう、小説家が国技館開館の挨拶文の基礎文を書いた中で、相撲は日本古来の国技であってっていう文言がありまして、なるほど。国技館で行こうってそれでなったんです。なるほどね。国技で、そうですか。ルーツを聞いていると、意外とルーツというのはそんなに古くないものだっていうことがだんだん分かってきて、明治。意外となんか、42年ですか。適当だったらその場のノリで決めたりっていうのは。そうですね。なくはないですね。面白いなでもその国技館ができたときに、投げ花ですか。あれが禁止されるようになったというのを聞いたことありますけれどもね。それまではみんな土俵に向かって、取り組みが終わると、面白い時には自分の服を脱いで投げたりしてたらしいですね、なんか。そうですね。そこに名前書いて、で、後から、投げたものを取りに行って、ご祝儀を渡すと。交換でご祝儀を渡すっていうのが。渡すというね。それが投げ花がなんか禁止されたというようなことを聞いてます。それと、もう一つは、桟敷席に力士が行って一緒に、お酒を飲んだりすることも、国技館ができてからは禁止されたようなことを。それもちょっと聞いたことがある。そうですね。まあ大体板垣大輔が、そういうのを決めたですよね。まあ外国人もいっぱい入ってくる頃で、そういう日本古来の、ちょっとよろしくない風習っていうのは、こ
国技館開館を機に改めるべきだと。なるほど。ということは、徐々にスポーツ化も進んでいったということですね。そういうことね。そうですね。はい。徐々に入っていったって感じですね。そうですね。いや、今も相撲取りが、あれですね、桟敷席に来て一緒になって食事なんかしてから、もうすぐ出番ですけんとか言って行くのもなかなか悪くないなという気もしますけれども、これではスポーツにならないということでしょうね。スポーツにならない。ということで、新井さん、大野里はこれから横綱で何回ぐらい優勝するでしょうか？最後に、全然ぶっ飛んだと質問。そうですね。まあ、25回ぐらい行くんじゃないですか。出た。すごいな、すごいな。ああ、そうですか。今日の話はあまりにも大きくって長くって歴史が長くって、面白すぎて困ってしまいましたが、最後の大野里優勝20回以上っていうのも驚きました。けれども、こんなに面白い大相撲、新井さん、まだ、面白い相撲が取り組んであったら出てきてくださいね。よろしくお願いします、ね。またぜひ。お願いします。よろしくお願いします。よろしく。はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、次の来週の配信も楽しみにしていてください。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。